空を飛ぶ程度の能力、永遠と手榴を操る程度の能力、上手に石を積む程度の能力、花を操る程度の能力、などいろんな能力が存在しており、各キャラクターごとに大抵一つは持っている。しかし中身は成長して身につけたもの、死んでから身につけたもの、能力を隠し持っていたものなど、表には出されていない秘密の能力が存在するのだ。東方ゆっくりスクール部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は隠された能力を持つキャラたちについて解説していきますよ。一体どんな隠された能力なのかすごく気になるよ。それではまずはじめに紹介するのは、冷泉うどん芸稲葉です。種族は玉兎というと、月に住んでいるウサギのことだよな。帝などの元から地上に住むウサギとは種族が違いますよ。月では渡月頼姫の部下で優秀な兵士でしたが、月で戦争が始まると聞いて地上に逃げ出し、エイリンたちの元へ転がり込んだのですよ。地球に逃げてからは、永遠帝にかくまわれ、かぐやのペット犬、エイリンの助手として働いています。ちなみに、エイリンが彼女をかくまったのは月の都の動向を探るためであって、自分たちの邪魔になるようなら殺すつもりでした。同じく冷戦も邪魔だったら消す予定でした。エイリン先生容赦ねえ。直すはずの人が壊しているんですからね。冷戦の服装としては、映画ショーでは学生が着るようなブレザーを着ていて胸元には三日月のブローチをつけていますよ。頭にはヨレヨレのウサ耳が特徴的ですね。ちなみに人間耳の有無は髪に隠れてわかっていません。実はウサギの尻尾も生えていて、丸くて可愛い尻尾なんですよ。例えると船のバルバスバウみたいな感じです。例えが狂気的に伝わりにくい。そんな冷戦の初登場は東方映画ショーインペリシャブルナイト、かぐやとエイリンと共に、満月を隠すという異変を起こし、解決に乗り出す主人公たちの前に立ちふさがりました。そんな彼女の能力は狂気を操る程度の能力、映画ショー、火影塚、奇想天までがこの能力です。光や音の波長を操ることで幻覚や幻聴を起こしたり、位相をずらすことで相手から視認されなくしたりできるという戦闘にもってこいな能力ですね。渡月姉妹や矢心エイリンからは戦闘に関して高く評価されているよな。冷戦が放ったのは弾幕と原子を組み合わせた凶悪な攻撃で、かなりトリッキーな弾幕なことから非常に初見殺しでした。しかし、逆にこの原子を利用され、主人公たちは弾幕を回避、冷戦は撃破されてしまったのでした。また狂気を操る程度の能力はより正確に言えば音波や電波、精神の波長などの物事に宿る波長を操る能力です。詳細は不明で、どの程度のことができるのかは彼女自身にしかわかりませんが、他者に存在を認識されないことができますよ。実は無意識を操る能力を持つ、コメージ小石を見つけられるといった、レーダー的な使い方もできるようですね。へえ、無意識を操る小石を見つけられるってすごいな。また東方神秘録では、ミタラクルーズオカルトアタックではムーミンのニョロニョロのようなお餅を出して狂わせるという技も見せています。このニョロニョロの正体と冷戦の正体のつながりが S すぎたんだよね。そして狂気を操る程度の能力は能力の一部であり、感情の波長を操っているのです。漢呪伝で記述されてた真の能力は、狂気を操る程度の能力 V2 回。それ稲妻11やろ。真の能力は波長を操る程度の能力。この能力は音、光、電磁波、物質の波動、精神の波動などあらゆる波について、その波長、位相、振幅、方向を操ることが可能。狂気を操る程度の能力はこの一部であり、非常に幅広く応用が利く強力な能力ですね。波長を操って、波長を長くすると、のんきになり、何事にもやる気をなくし動かなくなるうつ状態に持っていけるのです。ルナサプリズムリバーの音楽も長く聴くと、うつ状態になるらしいから同じような波長があるんだろうな。また波長を短くすることで狂気となり、情緒不安定で感情的になり、人と会話ができなくなるようですね。狂気を操る程度の能力の時は、これがメインで使われていたのかな？それにしてもなぜ東方漢呪伝で能力の変化が起きたのかわかりますか？確かになぜ波長を操る程度の能力に変わったんだろう？結論から言うと冷戦が成長したからと思われます。映画ショーまでは月を逃げ出したことから上司の頼姫から自分勝手で臆病と評されたりと、かなり未熟な部分が見受けられました。なので学生のようなブレザーを着ていますね。映画ショー後、徐々に汚れや人間にも打ち解け、漢呪伝では自ら地上のウサギを名乗り、ふるさとから離れて地上を守るという自立から、学生が着るブレザーを脱いだのではと思われます。その成長が能力の変化につながったのではないのではと。おお、確かに今の冷戦は映画ショーの頃に比べて、内面が大人っぽくなってきているよな。その影響で学生が着るようなブレザーを脱ぎ、大人になって能力も成長したということか。これは面白すぎる裏設定だぜ。特にスズナーンで大きく成長したところが見られますね。あとはかぐややエイリン、地上のウサギの稲葉帝のサポートの影響も大きいでしょう。成長による変化が能力にも影響するんだな。私たちも冷戦と同じように変化していきたいところですね。それでは次に紹介する、隠された能力を持つのは、東方地雷伝の4面中ボスの火炎病輪です。火炎病輪はおそらく、東方
史上最多の能力者だと思われます。そんなにも能力があるの？通称オリン、本人は長い名前が嫌いで、誰にでもオリンと呼ばせているようです。人間を食らうと普通の猫股になりますが、彼女の場合は死体や幽霊を食らった猫と言われていますね。猫股は、日本の民間伝承や古典の怪談、随筆などにある猫の妖怪だぜ。人間に化ける能力を持つ者もいるようですね。そしてオリンも人間の姿に化けることができる能力を持っています。どちらかというと猫の姿の方が楽らしいです。ということは一応これも能力の一つということになりそうだよな。猫股という種族ならではの能力という認識で間違いないでしょう。また彼女は地霊殿の主である小明寺悟りのペットの一人でもありますよ。その一方で生きている人間には興味がなく、妖怪に殺された死体もつまらないものと認識しているため死体欲しさに自ら人を襲うことも基本的にないので、実は地底の妖怪の中ではかなり安全な部類に入りますね。危険な妖怪が多く住み着いている地底の中では、間違いなく安全なキャラだろうな。もともとは地底または旧地獄から出てくることはなかったのですが、東方地霊殿における間欠泉の異変以降は地上にも積極的に出てきているようです。例としては、なんと妖怪による妖怪のためのお寺、妙蓮寺に出家しようとしました。しかし出家の理由が近くにある墓を荒らしたかったからなので拒否されました。出家の理由が可愛すぎかよ。オリンは妖怪化者であり、また本人も死体が好きなため、人里のお葬式や野ざらしの死体を見つけては死体を持っていこうとします。そんな彼女の表の能力は死体を持ち去る程度の能力です。意味不明すぎてやばい。もはや能力ではなく単なる技術ですね。死体を素早く猫車に乗せて持ち去る技術で、成功率は高いとのこと。そもそも死体を持ち去られるなんて思わないもんな。オリンを絶対に迫力楼に連れて行ってはダメですね。また怨霊や死体を自在に操ることができる能力も持ち合わせています。幽霊や怨霊、死体との会話も可能。これを使って悟りの仕事のサポートをしています。実はこの能力は妖怪相手なら負けなしの超強力な能力なんですよ。怨霊を操る能力なのになんで妖怪相手には強いんだよ。愚問九樹によると妖怪は精神的ダメージに弱く、怨霊が入り込むと消滅するか、乗っ取られてしまうため妖怪相手にめっぽう強いんですよ。なるほど、そうなると本来であればこっちがメインになるはずの能力じゃないか？このことから紐解くと、東方における程度の能力は本人による自己申告制なのではと思われます。他の能力を申告せずにこれを上げるあたり、オリンの死体に対するこだわりが伺えます。そのために妙蓮寺に出家するぐらいだしな。ちなみに覚醒画のキョンシーである都義香を操ってみせたりと、汎用性は高いようですね。おそらく怨霊を取り付かせたり、死体に直接呼びかけることで死体を操作しているのではと考えられます。怨霊や死体と会話する能力を持っていて、主人である小明寺悟りの右腕として灼熱地獄跡で怨霊の管理を任されていますよ。こういった死体や霊は、自分が死んだことに気づかず明日の話などを能天気に話すそうで、オリンとしてはそこを気に入っているようですよ。オリンっておしゃべりが好きなんだ。死体を持ち去るなんてダークなはずが、かなり大きなキャラとなっていてギャップ萌えですよね。そんなことから弾幕ごっこを行う際は、ゾンビフェアリーに弾幕を打たせることも、ゾンビフェアリーってことは死んだ妖精を操ってるってこと？いえ、これ破綻にノリのいい妖精がゾンビのふりをしているだけです。いやコスプレだったのかよ。そもそも、妖精というのは死という概念がないので、ゾンビは存在しません。喋り上手なことからゾンビフェアリーや妖精を縦横無尽に統率できるのです。スペカとしても使用しているので、ここまで来ると妖精を操る程度の能力と言ってもいいのではないでしょうか？ゾンビフェアリー、妖精、怨霊、幽霊、死体も操れるとなると、オリンの統一性能やばくないか？レミリア・スカーレットを除けば間違いなくナンバーワンでしょう。また妖怪化者の性質も持っていて、炎を出すことも可能なんですよ。ゲーム本編でも大きな炎の帯を飛ばしてきます。おいおい、ここまで能力を数えるとオリンの能力数5つもあるぜ。器用なオリンならではのゲートと言ってもいいでしょう。またオリンはゴスロリで見た目も可愛いしね。猫らしい愛くるしさがありますよ。死んだらぜひともオリンに持ち去られたいです。いやどういう願望なんだよ。ということで、次に紹介する隠された能力を持つキャラは霧雨マリサです。マリサは確かに何か持ってそうだよ。霧雨マリサというと、人間にして魔法使い。魔法使いらしく作中で空を飛ぶときはいつもほうきに乗っているよな。魔法のほうきは彼女が勝手に魔法使いに必須だと思って使っている乗り物ですよ。特に能力を持ったものではなかったのね。マリサのほうきは元はただの竹ぼうきだったのです。東方格ゲー作品では飛翔では他のキャラと同じくほうきなしで宙を飛んでいて、また東方妖精大戦争でもほうきに乗らずに登場していることから特にほうきが必要なわけではないようですね。なんとマリサがほうきに乗って空を飛ぶ速さは人間としては最速クラスであり、ゲーム中の性能でもそれが現れています。
後期の能力なしで、自分の力で最速クラスとなるとこれは能力と言ってもいいだろうな。ほうきで空を飛ぶ程度の能力という仮名をつけておきましょう。スピードに自信があるキャラというと社名丸綾とセル完全体ですよね。いやセルさん本人も言ってたけど、それでほうきで空を飛ぶ程度の能力のマリサと天狗の綾はどっちの方が速いんだ？社名丸綾はゲーム版文化庁では幻想郷最速などの記述があることから、さすがに綾の方が速いのかもですね。またカエイ塚天空賞では綾の方がマリサより移動スピードが速いので、やはり綾の方が速さで分かってそうです。それでもかなりのスピードなのは間違いないでしょう。普通の人間が空を飛べるっていうだけでもとんでもないしな。そしてマリサといえば、原作では弾幕はパワーという名言を生み出し、それを体現するようなレーザーやミサイルといったパワータイプの攻撃が特徴的ですよね。そんな彼女の本来の能力は魔法を使う程度の能力。光と熱に関する魔法を主に使うことが多いですね。天空賞では土や本来の気質の水を使用していました。そしてやっぱり画面いっぱいのマスタースパークは超かっこいいよな。アキュー曰くマリサの魔法は、何かを破壊するような魔法しか使えないらしいですが、その威力は幻想郷でもトップクラス。しかし本人曰く、弾幕ごっこではあまり強くはないとのこと。前回の歴代マスパの授業で習ったけど、その意味は意外すぎたよね。マリサは人間なので魔法を使うには緊急と地道な努力が必要なのです。これらの実験については、彼女は努力を人に見せたがらないのですが、ヒエダー級が各幻想郷演技に記事としてバッチリ記載されているため、周囲にはバレバレなのかもしれませんね。よくよく考えてみると確かにバレてることになるよね。先ほども言ったように彼女の気質は水。それにもかかわらず、光や火を扱っているんだよな。東方強力異文では、こう見えても水の扱いには慣れているんだと発言していて、ヤマメには、水の扱い方なかなかやるじゃんと評されていたり、間違いなく水を扱うのに長けている南津には、意外と水の扱いに慣れているねと言われていることからも水属性が実は得意なんですよ。なるほど、強力異文は水を扱うストーリーなだけあって本来のマリサの力を見ることができるのか。しかし彼女の真の能力は魔法を使う程度の能力ではないかもしれません。一体どういうこと？隠された能力が本来彼女の能力の可能性が高いです。それこそがコピー&進化の能力。ほう、確かにマリサというと相手の技を真似ることができるとはよく聞くけど、進化って一体どういうこと？前々回の東方プロジェクトのパロディの秘密の授業で言いましたが、マリサの名言から彼女の元ネタが無限紳士の主人公、無限マミヤだということがわかりましたよね。ああ、動くと撃つ、間違えた。撃つと動くだ、今すぐ動くの元ネタだよな。無限紳士は昭和初期の東京を主な舞台とする怪奇漫画、猟奇的な表現やナンセンス、ユーモアを交えながら、少年探偵無限マミヤが怪奇事件に挑む姿を描くというもの。帝都を騒がす怪奇事件に対し、警察は何の手も打てずにいたんだが、急した江戸川警部が嫌々ながらも頼ったのは、黒ずくめの少年探偵無限マミヤだったという話だよな。東方プロジェクトの異変とそっくりでびっくりしたぜ。またこの漫画の主人公であるマミヤは無邪気な笑顔に皮肉たっぷりの軽口、そして小型拳銃や精神官能の力を駆使し、帝都の猟奇事件や旅先の怪奇を解決していくという、霧雨マリサそっくりなキャラクターなんですよ。しかも名前もそっくりだもんな。もしパロディについてもっと知りたい方は後でこちらを見るといいぜ。そして元ネタであるマミヤの能力は、はっきりと説明されているわけではないのですが、あらゆる精神、記憶、空間、運命を超越することができ、必ず相手を上回る能力を手に入れることができるのです。また、相手の能力を数倍上回る実力でコピーできることが、コピーする上に強くするって最強すぎだぜ。ということはマミヤの能力であるコピー進化がマリサにもあると。そうなんですよ。皆さんマリサのコピーした技を思い出してみてください。マリサのコピーした技といえば、パチュリーの技をヒントに得た、コイフ、ノンディレクショナルレイラー。もともとこの技は東方高魔教で同じ魔法使いのパチュリーの通常攻撃を参考にしたものなんですよ。このように比べてみるとそっくりですね。そういうことか。気づいた方は素晴らしいです。そう、マリサの相手の通常攻撃をコピーしてスペルカードに格上げしているんですよ。うわぁ、もう鳥肌がやばい。マミヤの能力もコピーしたものを格上げすることから全く同じだな。さらにハード、ルーナティックでは恋風、スターライト台風へとさらに格上げされていますね。あと、もう一つコピーしている能力があるんですよ。あと何があったっけ？皆さん思い出してください。マリサがなぜ人間なのにほうきに乗って空を飛ぶことができるのか？そう、それは、白霊レイルの空を飛ぶ程度の能力をコピーしているから。なるほど、そういうことか。マリサが人間なのに飛べるようになり、さらに最速クラスになったのはレイムの能力をコピー&格上げしたからということか。そう、旧作の話を除けば、レイムの空を飛ぶ程度の能力の一部をコピー、そして、最速クラスで飛べるようになったわけですね。さすがに無重力を操るのは厳しかったようです。これは本当に面白すぎる考察だぜ。強力同盟の組長東鉄ユーマや引用玉の制作者、玉造りミス
丸もコピー能力はありますが、マリサも同等かそれ以上のコピー力があることになりますね。またマスパは旧作の優化から来たものとも言われています。色々探したらマリサがコピーしているものがあるのかもしれません。鳥肌急すぎる隠された能力の秘密だったぜ。能力をコピーして格上げが元ネタから来ていたなんて。ちなみにゆっくりマリサさんは一体どんな能力を持っているの？実は私は、人に優しくできる程度の能力、かな？実は腹黒い程度の能力だそうです。さて、ラストに紹介する隠された能力を持つキャラは、東方水長家の主人公である奥野田美代です。そういえば、まだ彼女の能力の完全な詳細が分かっていないよな。結論から言っちゃうと、彼女の能力はあまりにも危険すぎる能力で、東方強力異分と繋がっている可能性があります。はぁ、最近追加ストーリーが出た東方強力異分と、マジで気になりすぎてやばい。まず奥野田美代は、東方プロジェクトの書籍作品の東方水長家に登場するキャラクターです。人間の里にある居酒屋芸丼亭の看板娘、クジラをモチーフにした帽子をかぶった、ピンク髪と緑色の目を持つ少女。髪型は右のもみあげの先端がカールしているのが特徴。スイカの持つ息吹表によく似た絵の藤色のスカートを履いていますね。またピンク髪で可愛い。何よりも皆さん、クジラ級の胸ですよ。突然下ネタを吐く程度の能力は各3回。奥野田美代の胸のあたりに紐がクロスされていることから、巷ではメタグロスと言われています。いや目がメタグロスの間違いだろ。漫画作品のピンク髪は胸が大きくなる特徴があるようですね。悟り様も含んでね。スタイル抜群なだけではなく、明るい性格で、芸丼亭周辺で起きた妖怪による誘拐騒ぎを心配する、常連客には、低いクを盛り上げてとっくり酒を一本おまけするなど、胸だけではなく明るくサービス精神も大きい。このセクハラ客を燃やしてくれ。しかし謎な部分も多く、なぜか白霊神社での宴会に紛れ込み店の名物である煮物を差し入れたり、マリサに謎の調味料を渡して、宴会に来ていた者たちを眠らせていました。そんなみよいちゃんはやはり居酒屋で働いているだけあって料理もお上手。妖精メイドやレミリアのために毎日料理をしている、昨夜ですら味付けも洗練されています。これは本物の味とうならせるほど、昨夜でも評価するなんて、それはすごいな。人里に住み暮らしていますが、人間ではなく、その正体は芸丼亭に住み着く座敷わらし、住処である芸丼亭で店員として働いていましたが、ある日、お忍びで店にやってきたスイカを鬼とカンパし、彼女が常に持ち歩く鬼のスキー武器表に興味を持つのです。そして本来、座敷わらしが存在するには屋敷という入れ物が不可欠ですが、その代用として武器表に取り付くことに成功し、芸丼亭を出て屋敷の外を移動できるようになったのです。ゲームの裏技みたいな設定だな。しかし、同時に幻想郷最強の種族鬼の愛用する息吹表の影響を受け、史上最強と評されるほどの睡魔の力を得てしまうのです。ほう、睡魔なんて聞いたことない力だぜ。この水長家は非常に面白い作品で、ポイントとしては座敷わらしという妖怪に対して、既存の文献ではなく、それらで語り継がれる一般的な情報と比べ大きな齟齬のない新しい設定を生んでいるところですね。まさに常識にとらわれない東方プロジェクトらしい作品だよな。またところどころにシリアスさがあるというちょっぴり怖いホラー要素もある作品。もちろん、そのシリアスを生み出しているのがみよいちゃんだよな。その後はスイカとマミゾウに妖怪だけの居酒屋を促され、それに意気揚々と承諾して夜な夜なき妖怪な神が訪れては何か事件が起きるという話になってますね。幻想郷のダウンタウンナウといったところだよな。妖怪なので人里にいてはなりませんが、レイムとマリサとは仲良くなっていますね。これは退治されないための行動が5割ぐらい。また座敷わらしは後ろ戸の世界でリモートワークが流行っていたのですが、みよいちゃんは人との関わりを大切にしてリモートワークを使っていないことからとてもいい子なのがわかります。一方東方水長家の前半では睡魔の性質も加わったためか、泥酔した人間に悪夢を見せることができ、またマリサには睡魔の煮物を食べて酔いつぶれた際に、夢の中で妖怪少女と戦う彼女の姿を、近くの草むらに隠れて楽しげに観戦していたりと、妙な動きを見せていることからもいつでも黒になれる要素を持っているのも確かですね。ただの性癖かもしれませんが。いやどんな性癖なんだよ。そしてみよいちゃんは、一般的な座敷わらしの性質もあるんですが、他人の記憶をいじるというひねった性質もあるのです。その姿を見て会話することはできるものの、それを見た人は誰も彼女のことを覚えることができない。また相手の認識を操作したり、記憶を消したりできるってことは人格そのものを形成し直せることができるので非常に危険。彼女もあまり使いたくない様子ですが、ピンチの時は使うことも。睡魔の名前の通り相手を泥酔状態にできる能力かな？なるほど、確かにその名前からも読み取れますね。記憶が曖昧なのは能力というより酔っ払った結果のような気がしますし、だから酔いつぶれない鬼には効かないと。レイムはこれを記憶を操る能力を持っていると解釈していました。記憶を操る能力ってかなりミステリアスな能力だな。そしてこの能力を聞いてピンときた人は素晴らしいです。前回の伏線回収の授業で言った東方強力異分の真犯人の特徴と、一致しているということが、
それマジじゃん。脳天かち割れたみたいにビビってきたぜ。東方強力異分の追加ストーリーで、新たな黒幕と沖縄の能力の秘密が分かりなかなかの重要要素と言いました。東方強力異分の追加ストーリーでは、なぜか危険区域の血の池地獄の観光ツアーが流行っていたのです。東鉄ユーマの推測によると、幻想郷の賢者にして同じ血の池地獄の管理下にあるマダラ沖縄が、血の池地獄に観光客を送り込み東鉄の管理を失敗させて、血の池地獄の管理を全てもらうという企みなのではと考えました。そして沖縄は一旦それを認めるもの、血の池地獄ツアーについては一切を知らないと言っていたんだよな。そもそも扉も沖縄ではないと操作できないので、送り込むことができないようですね。私は Steam 版の強力異分なのでまだエンディングを見れていないので、わからない部分もありますが、この強力異分には真犯人がいるものと思われます。賢いはずのユーマがフランの存在を忘れさせたり、幻想郷に噂を流せれるようなキャラ、その能力者こそが奥野田美宵なのではと。もしそれがそうなら鳥肌もんすぎるぜ。さらに後押ししているのがユーマの元ネタの東鉄。東鉄というのは中国神話における邪神四教の一角。飲食を好み、大くらいなんですよ。東方水長家は料理やお酒と関係する作品で東鉄との相性は抜群。さらに言うと、東方強力異分は水に関連する話で、お酒も元は水という裏のつながりがあるんですよ。いやー、本当だ。確かに関連性があるじゃんか。ここまで突き止めていくと怖すぎるな。また東方強力異分の副題は水没した沈州地獄。意味は憂いに沈む辛い思いに沈むことで、憂鬱な状態を指す。つまり水と鬱に溺れるイコールお酒に溺れるという意味なのではと。おお、確かにそれ繋がってそう。今日の霊夢部長名探偵コナンすぎる。じっちゃんの名にかけて、それ別の探偵漫画です。さらに漫画作品の主人公は小数点作品で登場する傾向にあるのです。東方三月星の主人公である三陽星は東方プロジェクト第 12.8 弾となる作品で、2010年8月のコミックマーケット78にて頒布された妖精大戦争。東方茨河線の主人公である茨城河線は上海アリス弦楽団と黄昏フロンティアの共同制作による東方プロジェクト第 14.5 弾東方新記録にてキーマンと言える活躍と時期に抜擢。この傾向から見るとさらに彼女が犯人なのではと疑わしく思えてきますね。まさか隠された能力で強力異分の真犯人かもしれない説出てきたな。先ほど後ろ戸と言いましたが、間接的に沖縄とみよいちゃんは関係がありますしね。ただし、動機が正直わからないんですよ。確かになぜ観光ツアーという噂を流させて、東鉄の記憶を変えたのが謎だよな。確定的ではありませんが、かなり確率が高いキャラなのは間違いないでしょう。これは今後の展開があまりにも楽しみすぎるな。一体どうなってくるのか楽しみですね。さて今回の授業はここまでにします。視聴者さんの好きな能力があれば教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。